皆さんこんにちは、よしかチャンネルです。今日はね、私の更年期についてお話ししようと思います。特に今日はね、ちょっと気持ちが乗らない日なんですね。そういう起伏がちょっと更年期って皆さんありませんか？気が乗らない時、皆さんどうお過ごしですか？私はね、気分が乗らない時は特に好きなことをしようと思って、好きなことといえばね、パンの生地を触ってることなんですね。少々面倒くさかったりもするんですけど、きちっとグラムを測ったりねしないといけないので、だけどそれをしてで生地が出来上がった時の喜び、このホームベーカリーですよ、ホームベーカリーでお任せするんですけど、途中までは生地が出来上がってから成形していく生地を触った感触がもうたまらなくって、私の場合はテンション上げよう、気持ちを上げようと思ったら、時間がある時はパン作りをしています。皆さんはどうやって自分の気持ちを上げようとされてます？また教えてください、コメントで。そもそもね、私の更年期が始まったのは、本当にひどくなったのは4年ぐらい前かな。閉経もね、割と人よりかは少し早かったと思います。40代の後半だったと思います。でその前からやっぱりホットフラッシュは40前半からちょっと始まってたような気がしますね。40半ばかな。ちょうど4年前ぐらいが一番ピークで、何から始まったかといえば、まず動悸ですね。ホットフラッシュもありましたけど、動悸がひどくって、ドックンドックンって息苦しい感じのような、そんなことから始まって、その次に主人の言葉が引っかかるようになっちゃって、今までスルーしてた主人の言葉がスルーできなくなっちゃって、あれこれどういう意味とか、何とかって思って、それで自分の中で消化しきれず、ぐる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 自分の中でモヤ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 してっていう時期が結構ありましたね。でもそれはね、やっぱり主人に伝えないと分かってもらえないので、もともとそういう自分の状態を話すタイプではなかったんですけども、それを主人に伝えて、そしたらおおそういうことかということで、少しずつ理解を得て、で今に至るんですけどね。女性ってね、もう気づいてよ、私こんなにしんどいのにとかね、こんだけ精神的に沈んでんのにって気づいてほしいっていう気持ちあるじゃないですか。私も態度で結構表してました。だけど態度で表してもわからないんですよね。気づかないんですよね。でその時に思ったのが、やっぱり自分の言葉で自分の体の状態はこうだからこういう状態やねんっていう理解を得るっていうことが、自分を助けること、自分を救うことやなって途中で思って、それからはなんとなくモヤモヤして、今のちょっとスーゴの言ったことモヤモヤするんやけど、これはこういう意味で言ったんとか、ちょっと引っかかるなと思ったら話をするようにしてます。私もちょっと更年期のピークは少し過ぎたかなっていう感じはあるんですけど、でも未だにホットフラッシュはありますね。楽しかったりもありますし、集中してる時とかにももううわーって暑くなって、もう上を脱いで、でキャミソールになったり、冬なのに主人はびっくりしますけど、キャミソールになったりで、急に寒くなってまた上を着たり脱いだり着たりの連続ですね。冬でもキャミソールとかでね過ごしたりもしてます。それぐらいこの辺りとか背中のこの辺りがカーって熱くなってきて、脱がずには入れないっていう感じですね。皆さんはどうですか？ホットフラッシュ。最近読んだんですけど、更年期の更ってね、漢字を見たらね、更新するって意味の更なんですよね。ああ本当やと思って、確かに自分の体が更新していく時期なんだなっていう、そういうふうに捉えたらちょっと心が楽になりました。更新していってるんですね、私たちは。ということで、今日は気分を上げるためにパン作りしたいと思います。この間買ったフランスパン専用の粉ね、リスドル、それをね使ってフランスパン作りたいと思います。いつもはね、フランスパンを作るのには強力粉と薄力粉を混ぜて作ってたんですよ。で一度ね、本物のフランスパン専用の粉を使いたいなって思ってたんで、それで先日買ったリスドル、そちらで今日はフ
フランスパンを焼きたいと思います。ホームベーカリーでね生地を仕上げてもらうので2時間ほど時間があります。なので今日はその2時間をね自分の時間に使いたいと思います。ちょっと急いでよいしょ。実はね、じゃーん、こちら購入しちゃいました。Amazon で。フランさんのとは違うんですけどね、違うメーカーなんですけど、どうしても我慢できなくって、こちらはね2200円、税込み2200円ぐらいだったかな。同じようにねペーパーレスなんですよ。ステンレスで。パン作りスタートしたいと思います。塩、こちらのねランチョンマットは実はね私の手作りなんですけれど、主人のねいらなくなったカッターシャツなんです。ほらボタンもありますでしょう。もう10年ぐらい前かな作ったんで、今日は使いたいと思います。それとねその当時にミシンに凝っておりまして、コースターも作ったんです。こちらはねブラウス、私のブラウスの袖口なんです。コースターにしました。またいろいろ作り出そうかな。ガス抜きちょっとしてレンジタイムですね。今日ねフランスパンとね、あともう一個ねフランスパンと丸いの、そうこれ何だっけ、あ、カンパーニュ。今日はねフランスパンともう一つねカンパーニュを作ろうと思って生地が出来上がってきたのでレンジタイム取ります。絞った布巾で20分休ませます。じゃあガス抜きして成形したいと思います。ガス抜きしとこう。持って同じかな。今日は成形はあんまりありませんね。おっとっと。がフランスでこちらのガス抜きを。我流でございますが。カンパーニュのね
本当は発酵の時のカゴみたいなのありますけど、それは持ってないのでこのままいきます。オーブンで発酵したいと思います。スチームオーブン発酵の1段の40度でも吸水はしておりますので40分お願いします。フランスパンと、あとは簡単にシーフードグラタンしたいと思います。シーフードミックスを今解凍してるんですけど、その間に玉ねぎ切ります。少ない具というか玉ねぎとシーフードだけにします。今日はね、本読んでたつもりが途中ちょっと寝ちゃいましたけど、久しぶりのお昼寝ってしなくなりましたわ。私すっきりしました。じゃあ具材炒めていきます。はい、ゲランドの塩。ホワイトソースはいつも電子レンジで私はやってます。じゃあ水気を切ったシーフードを入れます。今日は作ったパンとでこのシーフードのグラタンと、あと昨日ね作った粒マスタード入りのキャベツのコールスローみたいなサラダです。それを食べようと思います。今日はスープはなし、楽な感じのご飯です。ごめんすみません、ちょっとだけ混ぜといてくれる？これちょっと炒めて、もう仕事終わった？終わった。はいちょっとだけこう炒めといてくれる？はい。ちょっとだけでいいわ。私いつも電子レンジでやってるんですけど、だいたい小麦粉が 50g とでバターを50です。おお生きてるね。なかなか火通らんもんやね。まあでもだいたい通ったらこれをね電子レンジでチンするんですけど、ちょっとまたかかりますね。そろそろいい時間になりましたから、今日は飲みながらしますか。ありがとう。はい。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。娘から電話です。もしもし。よいしょ。発酵が終わりました。2倍になりましたでしょうか。なりましたね。じゃあすかさず、本当はオーブンで焼くんですが、ちょっとこちらをグラタンのホワイトソース溶かします。この間にですね、クープを入れたいと思います。はい、茶こしでやっております。クープはないのでナイフでやります。じゃあまずはカンパーニュね。カンパーニュはクープ切るナイフが欲しいな。こんな感じでいいですかね。二重にしちゃおう。じゃあこのままちょっと置いといて、こちらが出来上がってまいりましたから、スム君私がやろうか。はい。はい。大丈夫かな。大丈夫ですわ。大丈夫ですか。はい。カップ測るやつ、計量カップ私どこ置いたかな。ありがとう。それお願いします。3カップやからありがとうございます。これ全部ぐらいいくかな。ちょっと足りない場合はね、豆乳入れます。豆乳を入れましょう。よし。少しずつ。当たれた。そうやな。電子レンジ8分いきます。電子レンジ8分。パンを焼かなきゃいけないのに焦っております。このパンが乾くよね、多分ね。電子レンジでね、だいたい8分ぐらいなんですけど、ホワイトソースは途中4分ぐらいで一度混ぜて、で今8分ぐらいでちょうどとろーっとしてきました。こちらでちょっと味付けします。その間に、今から焼くんですけどね、焼くんですが、今スチームオーブンで一度300度に上げてます。でそれで10分ぐらい焼いてから
温度を下げてもう一回10分か20分焼き具合を見て焼きたいと思います。余熱に時間がかかっております。その間にまたまた登場ゲランドの塩ちょっとでコンソメを少し入れます。これも味見しながら入れます。まずは半分ぐらい、今日は時間がないから塊で入れます。いつもは包丁で削いで細かくして入れてますが、今日は時間がないのでこのままいっちゃいます。ちょっと力仕事なので、ちょっとねまだコンソメがねごめん固まってる、ちょっと混ぜてください。よろしくです。熱いちょっと入れます。こう乗せましょう。気持ちこれもかけよう。粉チーズもこっちの IH のグリルで焼いていきたいと思います。ではこちらで180度で設定をオーブン調理を始めます。お願いします。ちょっと10分じゃ焼きすぎかな。フランスパンは数回しか作ってませんので、心配。300度でやりまして、で温度を下げます。もうちょっと焼くってことか。今度は温度を下げて焼きます。220度で、様子見ながら10分ということでマヨネーズ完了。ちょっと形いびつになりましたけど、はい、いらっしゃい。ちょっと焼き色をつけたいんですけどね、どうなることか。うわ、すごい。ちょっと形がうわ、すごい。食事にしましょう。はい。ありがとうございます。完成しました。完成しました。ちょっと今日はね、品薄でございます。シンプルでいきましょう。シンプルなんです、今日は。パンと食べますか。はい。こう端が好きなんだよね。端っこが好きなんですよ、僕はな。こういうところね。ね、私も好きだけど。こうして。皮が。これ取ろうか。じゃあお願いします。食べにくいかな、平たいお皿やったら。いいよ。なんかあれかな。食べにくいね、グラタンって。ちょっとトロンといっちゃおうかな。トロンといきそうね。それやったらどれやろ。お皿をね。はい、ありがとう。いいよ。いきます。いかができた。ちょっと柔らかかった。月並みですけど美味しいです。ありがとうございます。ソース美味しかったわ。私はまずはやっぱりそうやった。これね、キャベツ昨日のですけどね、マスタード入れた野菜からいく派。コールスロー美味しいよ。シーフードがええわ。じゃあ僕もいきますね。今回は粒マスタード入れてますから、それいいですよ。余計美味しくなった。さあいよいよパンに行かしてもらいます。ちょっと形はね、焼きたてちょっと柔らかすぎるんかなと思ったけど、ちょうどいい感じなんだね。フランスパン用の。このね、やっぱ美味しいね。やっぱり違うね。もうちょっと黒くまで焼けたら、ちょうど表面固まって中は柔らかくて、家でフランスパンを楽しめるってことやね。ありがとうございます。ドンクさんにはかないませんが、近づけれるように精進してまいりたいと思います。ドンクサイさん、今日はちょっとね、間にこれも挟んじゃったからね、手順をちょっと間違えちゃったの。ちょっとお昼寝しちゃったから。수
今日も最後まで私たちにお付き合いくださりありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。インスタも今日のことも先にストーリーで上げさせていただいたり、あと日常など上げさせていただいてますので、フォローよろしくお願いします。次のよしかチャンネルでお会いしましょう。さよなら。さよなら。